はい、おはようございます。今日も朝日が差し込む森のワークベンチでございます。超久しぶりの P38 ライトニングですね。で、このライトニングをまた再開するんですけど、怒りが溜まってるよ。どこまでやったかなっていうのを記憶をまずねたどらないといけないです。思い出しましたね。油絵の具でフィルタリングをやって、で今回複数の色別々でこう薄くフィルタリングかけていって重ねていったと、色を。でその複数の色を混ぜると黒になるんで、パネルラインなんかもそこはかとなく暗くはなってるんですよ。でその上にトップコートを乗せたんですけど、改めて見ると、ちょっとそのパネルラインが薄いところがちょこちょことあるんで、ちょっと一回墨入れをね、パネルライン周りの汚れもやりたいんで、ピンウォッシュとかも含めて墨入れをやっていきます。改めてね、そうですね、様子を見ながら全体に、この辺はね光の加減によっては濃いとこ暗いとこもあるんですけど、墨入れをやって、あとは動浴のねグリスが漏れてるようなところもちょっと汚して、で裏側なんですけど、ひっくり返しておいてあったんで結構裏側のホコリがすごいんだけども、裏側もちょっとフィルタリングはやってるね。ちょっと赤っぽい。ちょっとね色がねこんなに暗いグレーなのかなって気もするんで、こんなもんなのかな。裏は特にね汚れは多いと思うんですよ。オイルとかグリス重力でも下に落ちますからね。でそれがこう下に染み出ていって外に出ていくと。なので裏側はもっと汚れてるはずですね。とりあえずその墨入れをまずはやります。でその後また体色ですか、もうちょっと体色の模様をねつけたいなっていうんで、体色をこれら全てね油絵の具でやっていきます。まずは墨入れですね。でこんな感じに油絵の具はこれ固まっちゃってるんで、もう中の方も結構硬くなってるんで、これはこう剥がしてやります。でこの落とす必要はないんで、ここに絵の具乗っけてもね取れてこないですから、ちょっと全体に赤っぽいような気がするんですね。ほんの少し茶色が強めに出ちゃってるというかで、いつものようにウルトラマリンディープとバンタンバーですか混ぜて黒をつけてもいいんですけど、もう若干黒に振りたいと。ただウルトラマリンディープを多くしていくと青っぽくなっちゃうんですよね、黒を通り越して。だから今回黒を使います。あえて黒とバーントシェンナの方がいいかな。バンタンバーでいいかな。真っ黒っていうのは嫌なんで、こんな汚い黒しかなかった蓋開くのかなこれ。何年も油絵やってて黒はもうほとんど使ってないですね。1本目の黒ですね。これはアイボリーブラックです。
バーントアンバーじゃなくてもうちょっと赤っぽいバンドシーンの使いますか。やっぱり上に色が重なるところが想定できるので、ペインティングオイルもね使います。ちょっと手がベタベタする。今こんな色ですね。こんな色、こんな色です。ほんの少し茶色っぽい黒。でいつものようにここにペトロールを置いて調整していくと、溝の中に集めたり、溝近辺にね、パネルライン近辺に集めると。この辺は乾いてきてますね。でちなみにこれペトロールを混ぜないとこんな早く乾燥しないですから、ものすごい時間かかりますからね。これぐらい薄いやつだったら比較的早く固まるかもしれない。ただ完全に定着しちゃうと今度落ちにくくなっちゃうんで、全部にこう塗っちゃうとまずいんですよ。少しずつこう調整していかないと。あとは適当にこんな感じで汚れを追加で、適度に乾いたらいつもやってるみたいに乾いた筆でねちょっとこの辺まだ湿りすぎてますね。筆でこの辺ちょっとダメなんですよ。筆を置いてこうするとそこの部分だけ剥げて周りに輪っかができちゃうような、その状態はまだ乾きが遅いんで、結構今この変装筆に含まれてる色だけで結構汚せますね。これぐらいのパネルラインの色に持っていきたいんですよ。
ほら違うでしょ。まあ当然全体にもうちょっと暗い色にはなっていくと思います。まあまずは全体墨入れちゃいますね、下も含めてね。はい、それではですね、退色の仕上げです。退色の仕上げをまた油絵の具を使って行っていきます。で、この退色の仕上げで油絵の具は終了かな。一応全体あれですね、筋彫りついでにウォッシングもやってたんで、まあ、上面が若干黒っぽくなっている、まあ、仮面もね黒赤っぽくなってる。あとグリス汚れね、オイル汚れ、裏面のねこの仮面の写真ってなかったんですよ。確認できたのがこのエンジンあたりと、コクピとしたこの辺りに汚れがあるのかなと。でそこを、まあ、こんな感じでオイルが垂れた後ですね、主翼の方もね、なんかちょっと確認できなかったな。主翼の方おそらく同翼のそのヒンジあたりからちょっと出てるとは思うんですけどね、目立ったのはなかったですね。結構対戦中の写真なんで、下から撮った写真って割と遠目なんですよ。それでもそんなに目立った筋はなかったんで、主翼の下はやめときました。で退色で使うのは例のこのでっかいパーマネントホワイトとイエローカですね。パーマネントホワイトだけだとねちょっと白すぎちゃうっていうか、そんな感じが前したので、イエローカーもちょっと混ぜてやります。ほんの少しね。でまあこんなくらいの色かなっていうのをこの辺で作ってやって、これだとイエローカー多すぎ、こんなにできちゃった。これだと黄色すぎるかな。ちょっとやってみますか。ここにペインティングオイルをちょっと垂らすと、ちょっとでいいんだよね。ペインティングオイルもねこの油壺の中しばらく置いてあるんで、色がなんかおかしな緑、多分油壺の中に色があれですね、混じっちゃってますね。もうちょっと白い方がいいかな。そうするとこれをこの辺置いといて、そんなに使わないですからね、捨てる方が多いぐらいだと思います。もうこれぐらいでいいや、これぐらいで。ほんのわずか肌色の薄い色っていうか、アイボリーのもうちょっと白にいったような色。まあ一番下の段階から、一番下というか気体色塗った段階から、この辺体色入れたいなっていうのを白っぽくしてるんで、例のステンシル使ってね、白っぽくなってるじゃないですか。でそこにこんな感じで乗せてやって、でこのぼかし筆で散らしてやる。
でここにペトロールを置いて、もうちょっと黄色っぽくてもよかったね。あとは周りのペトロールを吸い取って形を整えていく感じですね。で乾いた平筆でなじませていく。これは別に前後方向じゃなくていいと思いますね。で体色ってどうなんだろう。車なんかの体色見るとね、このパネルの周辺っていうのは体色あんまりない気がするんですね。やっぱりこの屋根の真ん中とかね、ボンネットの真ん中とかからこう色が抜けてくような感じなんで、パネルライン沿いっていうのはあんまり体色がないんじゃないのかな。こんなボロボロになった飛行機見たことないから。どっかの博物館の屋外展示してあるやつね、羽の上に主翼の上に乗れるんであれば乗って見に行ってもいいですけどね。多分こんな感じだと思いますね。じっと見てるとちょっとね違うんですよイメージがもう若干広めにやった方がいいですね。だからここを乗せたところを外して緑が強いところにあんまり白くしちゃっても違うとそうなっちゃうんでね。だから残りの部分に関してはほんの少し白っぽくしてやると配色のムラをね作ってやればいいと思いますよ。そうですね、いいな、これですよ。だから納得できるまで色をのっけていけばいいと思いますね。この段階でもある程度さっき1回目にやった白いのはもう定着してますからね。ペトロールのけても取れてこないですよね、こすっても。このような感じにしていきます、全体をね。いろいろこう体色ね白をのせてみたんですけど、右と左でちょっと意匠が異なっちゃったんですけど、いいやって感じです。一応リベートラインもねちょっと塗料を若干残したような感じで、白をのせていったとこもありますね。実際そうなってるかどうかわかんないよ。全体はこんな感じです。かなりカビカビ感は出てると思いますね。で次にですね、ついでといってはなんですけれども、これフラットアルミチッピングですね。チッピングをちょこちょこと加筆してやります。こういう大きなところのチッピングはね、ケーブでも、チッピングエフェクトマテリアルでもいいんですけど、細かいとこ主翼の前縁とかコックピット周りとかそういうところは、写真を参考に爪楊枝とかね、面ソーフでもいいかもしれない。ちっちゃいやつ、あとはスポンジとかね、
使ってチッピングを入れていくんですよ。やってきます。あれですね、1枚の写真から全部読み取れるわけではないんで、片っ端からそのチッピング出てるような写真をね、写真のようにこうちょんちょんちょんとシルバーを置いていくような感じになりますね。見捨ても仮にミスったとしても修正は効きますから。今これ爪楊枝使ってますけど、あんまり塗料が多いとねどっちゃりと乗っちゃっておかしくなるんで、やっぱりキッチンペーパーでちょっと塗料をこう落としてやってね、で一通りの写真の通りに大体してたら、あとは想像力ですね。フィクションで入れてきゃいいでしょう。あとはあれですね、内翼の上のこの剥がれてるところの延長線、リベットですね。一応リベットのとこもこう剥がしてるんですけど、そのまた延長線みたいな感じで、リベットも見えなくなっちゃってますけどね。全てのね全てのリベットを剥がす必要ないですから、ところどころでもいいですし。でね、当時の写真が機体の上面写ってる写真ってやっぱり飛行中で他の飛行機から撮ってるわけです。そうすると機体上面がだいたい露出オーバーでほとんどわかんない。意外にないな、意外に少ないな。どうしてもライトニングってここのねチッピングがすごく目立つんで、チッピングがすごいあちこちあるなっていうイメージになっちゃってるんです。意外に剥がれてないな。あとはあれですね、よく剥がすようなっていうか、よく開け閉めするようなパネルですか。開け閉めするときにこうパネルのね角なんかカツンカツンぶつけるんで、そういうとこは層が剥がれてますよね。今これねまだね写真を見ながら判断してますけどね。しまった。
ちゃったらば、まあこの辺近辺ちょっと剥がし気味にしておきますか。じゃあ本日は油絵の具を使ったウェザリングでございました。それではまた。